サードの GR86 カスタムコンセプトカー。お客さんがですね、新車買う時に一緒に組めるぐらいの仕様になってます。だからまあメインはねストリートなんですよ。特徴的なのがエアロ全部作ってきましたんで、まず顔が変わってるのと、あと 9mm のオーバーフェンダーがついてます。であとサイドステップ、リア周りと全部フルエアロと、あともうすでにテールランプも作ってきましたんで、あとウィングですね、あとマフラーか今で。今回ちょっと初めてこのテストをしたかったのが足回り、最終のチェックをねどうしてもしたくて、で、たまたま佐々木正宏さんに乗ってもらって、すごく高評価いただいたので、ほぼほぼこの仕様で出そうかなとは思ってます。試作足回りの味付けはどうか。どうですか、散々乗ってきた車だと思いますけど。これね本当にすごくて、純正のいいところを本当にねそのまま伸ばしてるんで、乗り味めちゃくちゃいいんですよ。要は足と多分デフなんですよ。デフもサードのトルセンが入ってて、純正よりちょっと効く。でサスペンションも純正よりちょっと上がってる。段差の走破性もいいんで、むちゃくちゃ乗りやすいです。マサベタ褒めです。前回出た時から、だいぶ仕様変更も多少してきたんですけど、まず基本的には全部フルエアロね、フロントからサイドからリアまで全部やってます。で今回はちょっと新しくウイングを、前回低いのだったんですけど一番高いのを作ってきましたんで、少しこれでダウン歩数増えるかなっていうところですね。あとは足回りが、前回はうちの、昭和チューニングのうちの極みのショックとうちのスプリングで持ってきたんです。今回は佐々木正宏さんが、作ってるグローっていうスプリングを組み合わせて持ってきましたんで、車高がね前回で 1.5 ミリぐらい下がってます。あとは試作のエキマリとキャタライザー、あとチタンマフラーがついてます。ブレーキもフロント4ポットリア2ポットのブレーキを前後持ってきてます。それとねサードダンパーってやつをね今回持ってきました。前回まではついてなかったんで、持ってきたんですけど、途中で名前も変えましたんで、もともとモーションコントロールビームっていうものだったんですけど、土屋圭一さんに命名してもらったんですけど、サードダンパーになりましたんで、それを今回持ってきてます。細かい振動を吸収したりするんですけど、サスペンションの伝わってくる入力がだいぶ変わります。すごく分かりやすくなるのと、どっちかというとマイルドになるような感じですかね。であと微振動がすごく減ります。それが乗り心地にも寄与してるんですけど、実際走りにもすごく効果的だなっていうことが分かってきたんで、今後いろんな車種展開して PR していこうかなと思ってます。
86はいいね、やっぱりね。まあ、サードさんの車、本当にやっぱりこう、ストローク感があって、こういう路面でもちゃんとやっぱり四輪が追従してくれて、FR っぽいこう動きが出るんで、すごい滑らかで扱いやすい。ただ、ちょっと挙動がリアが急に来るんで、それはちょっとびっくりするよね。まあ、ここは俺の技術でなんとかカバーできるんで、まあ、86らしいこう走りができたんじゃないかなっていう。パワー的にはどんな感じですか？パワー的にはまあ、そのノーマルにマフラー変えて、ちょっとパワーアップしてるって感じで、まあ、だから余計扱いやすいよね、こういうコースで。すごい安心して乗れるし、乗ってて楽しいの。ああ、86っていい車だな。峠を走る、路面が悪くってもその中でやっぱり車は曲がるし、コントロールもしやすいし、ノーマルとは違ってサードさんのテイストがいろいろ、それがサスペンションだったりとか給排気だったりとか、そういうところにやっぱりこう気持ちよくやっぱりこう生かされてるんで、特にデフの感じが機械式のカリカリのガッツンガツンって感じじゃなくって、やっぱりこう旋回性もあり、でもトラクションが欲しい時はがっつりやっぱりこう効いてくれる気持ちよいノーマルの延長線上の引きの強さみたいなのがあるし、その辺がすごくバランスよく乗れた要因かなっていう。でもちろんそのエアロとか、ね、ウイングもついてるから、なかなかこういうコースでこう空力が効くっていうコースじゃないんだけど、やっぱりこうサーキットなんか行くとやっぱり絶対的により速く走ってくれるよね。ですね、今回うちの GR86 なんですけど、基本的にコンプリートカーとして売れるようなパーツが全部ついてますんで、フルエアロ、バンパー変わってて、あと9ミリのオーバーフェンダーついてます。でサイドとリアが全部ついてて、特徴的なのはリアウィングかな、 LSR ウィングっていうものなんですけど、一番低いタイプからミッドとハイト、ステイを変えることによって一応高さを変えられるようになってますんで、そういうものが今ついてます。中身はサードダンパーっていうね、振動だったりとかそういうのを取るものが前後に今これ結構ついてますんで、足回りはちょっと今回一回サーキットでテストしてたんですけど、試作の車庫帳がちょっと今回ついてます。でレート的にはちょっと皆さんが一番分かりやすいようにしようかなというところで、86の今ワンメイクレースがあるんですけどね、それと同じフロント8キロのリア10キロでちょっとワインディング走ったらどうかなっていうのをちょっと見たかったんで、今回せっかくなんでそういう形で持ってきましたんで、どっちかというとストリートよりサーキット寄りには、だからストリート用が今までの僕らの持ってる足があったので、どっちかというともっとさらにもう一歩進めたい人に向けてよりサーキット寄りにたら、例えばレートだったりとか減衰を下げたら、ストリートでも問題なく乗れますよというぐらいにしようかなと。よりスポーティーな走りをしたい方には、おすすめの。そうですね、おすすめ。もう本当にそれは土屋圭一さんに乗ってもらってたんですけど、すごく絶賛してくれてて、それがどんどんいろんな車種にちょっと展開していこうかなと今思ってますんで、実は。ブレーキは GR のオプションの4ポットキャリパーがついてます。ホイールが BBS さんと、タイヤがブリヂストンさんの RE71RS ですね。で排気系はマフラーのみで、吸気はエアクリーナーが変わってます。ブリットさんのシートがついてて、駆動系はサードの LSD がついてます。サードトルセンタイプレーシングというものがついてますんで、サード GR86 GT1 春のアタック。いややっぱね、86がちょうどこのコースにはいいぐらいなんで、いろんな86来てますけども、さあこのサードの86がね、どんな走りするか、基本的に足回り、そういうのも含めてこの車のバランス見てみたいと思います。ちょっとね、ワンランク上ですね。こんなに自由度があるっていうか、ストリートから峠っていうか、多分おそらくサーキットもポンとこれ持ってて、一旦パ閉めれば乗れちゃうんで、やっぱちょっと理想の足だね、こういうのはね。やっぱそのスポーツカーには多分、あらかじめちょっと硬くしてってお願いしたら、ほぼマックスなんでしょうけど、これでここまで走れれば、
もう十分何にも言うこともない。逆にこれで走ってみようと。で他のことをやらないでこのまま使えればオールマイティのおそらく使えるんで、多分その方が多分ねユーザーさんには多分いいと思うんで、非常に車っていうかその足としては煮詰まってるなと思います。荷重がかかったところの動きなんかは多分おそらくねボディダンパーが効いてるんだと思う。86の悪さっていうかリアのそのボディのね弱さみたいのはやっぱり荷重かかったりドーンとこうつくようなところ行った時にやっぱりすごくこうふにゃふにゃっていうか、ね、暴れやすい車なんで、それがほとんどそこでやっぱり解消されてるってことは多分ボディダンパーが効いてるんだろうなと。